こんにちは、K です。今回は新しいスケッチブックを購入したので、そのスケッチブックで外でね、ペン線画、お家で色塗りをね、スケッチしたスケッチのやり方をゆると解説したいなと思っております。それではスタートです。モスバーガーでね、ただいまスケッチをね、しているところをお送りしております。新しく購入したスケッチブックは、ターレンスジャパンさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックとなります。こちらのスケッチブックのサイズは、正方形のサイズになっておりまして、12センチ ×12 センチで、お色はね、ゴールドイエローのスケッチブックとなります。今回の動画は、出先でペン線画スケッチをしてみたい方、ターレンスさんの絵を描く手帳シリーズのスケッチブックがね、気になっている方だったり、これから手軽に手帳のようなスケッチブックでスケッチをね、始めてみたいと思っている方の参考になればなと思っております。前置きはさておき、今はミリペンで線画を描いているところとなります。まずは今回は外で線画を描いておりますので、あえてラフは描かずに描いてみました。目の前にスケッチする対象があり、それがましてや食べ物なので、早く食べたい気持ちがあるのでね、早く描くためにラフはね、省略しました。ラフをね、描かないので、どこからね、ペンで線画をね、描いていいのかってね、悩んでしまう方も多いかなと思うんですけれども、スケッチする対象に飲み物があるなら、カップの円から描くのがいいかなと私は思います。慣れないね、家以外の場所で描いているのもあり、線がね、曲がってしまっていますけれども、気にしないが一番です。これも味と言い聞かせて、とりあえずかけてることをね、今回は目的とします。正直に言うと、今回のスケッチは、当初の予定ではカフェラテだけ描く予定でした。だけど、なんか描けそうだなという気持ちになってきたので、広げてね、隣のハンバーガーの入ってるバスケットも描いていくことにしました。私が参考にしている書籍の長澤誠さんの長澤誠の街歩きスケッチ入門っていうね本で紹介されてたんですけれども、一点突破っていうね書き方になります。今回のカフェラテを例にすると、カフェラテを書いてその後周りをね書けるところまで広げていくのようなね感じで書いていくことを一点突破という書き方で紹介しておりました。一点書くとその後も書いてみようかなって気持ちになるので、私にはねこの方法はね合っておりました。もしね一点だけ書いて気分が乗らなかったら、そこでスケッチ終了でもね全然いいと思います。だけど一点書いて他にも書いてみようって気持ちになったら、点突破を挑戦してみてください。こちらのね今お話しした本のね商品リンクは概要欄に貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。それで今無事に一点突破に成功し、ハンバーガーをね書いておりますね。でお分かりになられる方もいるかなって思うんですけれども、ハンバーガーはカフェラテの隣のページに書いております。このターレンスさんのスケッチブックはページとページをねまたがって書くのにねとても書きやすいなと感じております。なので最初は1ページに収まるように書いたつもりだったけど、思ったより大きくなってしまった像のようなね時とか、隣のページに書ききれなかった分をね書くことができますので、絵を描き始めたばかりの時とかはね思ったよりも大きくなってしまうことが多いと思うので、初心者さんにはねぴったりなスケッチブックだと思いました。ちょっと画面から見切れてて申し訳ないんですけれども、線画が描き終わったので日付とねサインもね書いてみました。このスケッチブックは絵を描く手帳という別名もあるので、描いた絵に対して日付を入れると手帳っぽくなるかなと思います。これにて外で描くペン線画のスケッチがね完成しました。スケッチの対象のモスバーガーとカフェラテと今回描いたスケッチを一緒の画角に入るように撮ってみました。スケッチの対象と実際に描いたスケッチを一緒に並べてお写真を撮るとね、なんだか描けたって気持ちになるので、写真を撮るっていうのはねとてもおすすめです。この後ハンバーガーとカフェラテは美味しくいただきました。サイドメニューのオニオンリングのポテトもねとっても美味しかったです。また食べたいと思います。この後お家に帰って色塗りをやっていきたいと思います。色塗りはお店ではなくて家でやる理由としては、
家の方がね、落ち着くからです。性格上の問題かもしれませんが、お店の中で絵の具を広げて水を用意して色を塗るのはね、ちょっとね、難易度がね、高すぎます。先ほど紹介した書籍の長澤誠さんの長澤誠の街歩きスケッチ入門っていう本でもね、色塗りは家でゆっくりやるのがおすすめってね、書いてありました。ここはね、それぞれのね、自由だと思うんですけれども、そこからはね、家でいいんだってね、勝手に自信にもなったので、私は色塗りは家で落ち着いてやるのがね、一番だと思っております。それで今、水彩絵の具で色を塗ってるところとなります。色の塗り方としては、いつも通りね、色を塗るだけなんですけれども、実物を実際に見ながら、ペン線画を描いたのもあり、いつもより記憶にね、スケッチしたモチーフのことが根付いている状態の方もいるかなと思います。そういった方は、記憶を頼りにして色を塗ってみるっていうのも全然 OK です。確かこの色だったなとか、味を思い出しながら色を塗るのも、外でペン線画を描いた醍醐味でもあるかなと思います。記憶で塗るのは難しそうだなって思った方は、お写真を撮っておくことで、後でそのお写真を見ながら色塗りすることができるので、おすすめです。家でお写真を見ながら色を塗っても思い出しながら色塗りすることはできるので、記憶を頼りに塗ってみるのでも、お写真を見ながら塗るのでも、どちらでもOK です。自分がやりやすい方でね、塗ってみてください。ちなみに私は家でね、お写真を見ながら塗りました。メインのハンバーガーのパンの色から塗っていきました。色はね、バーンとアンバー一色をね、ダイレクトに塗っていきました。続いて分かりやすいところのトマトだったりチーズだったりとかを塗っていきました。トマトとチーズの色はね、ダイレクトに水彩絵の具の色をね、そのまま塗ってみました。色をね、濃く鮮やかに塗りたいときは、そのままの絵の具を一色で塗るのはおすすめです。そんなこんなでハンバーガーの周りから色塗りを固めていきたいなって思ったので、続いてはね、ハンバーガーの入ってるバスケットを塗っていき、そして今サイドメニューのパッケージのね、色を塗っております。ハンバーガーの入ってるバスケットはこの絵では大きな部分を占めているのもあり、塗るとね、スケッチが完成へ近づいたと思えて嬉しい気持ちになります。絵を描く上でもモチベーションにもなるかなと思います。使った色はバーンとアンバーと黄土色のような茶色のね、バーンとシェンナを2色混ぜて作りました。ついでにサイドメニューのパッケージの色を塗った同じ緑で、よくファーストフードにあるトレーのね、上にあるチラシを表現する種にまばらに色をね、塗ってみました。ハンバーガー側の色塗りがだいたい完了したので、カフェラテの色を塗っていきました。先ほどバスケットの時に塗った色とおそらく同じ色を塗っているかなと思います。カフェラテの白い部分はあえて塗らないで、コーヒーの見えてるところを中心に塗っていきました。今カフェラテの入ってるカップの部分をね、塗っているんですけれども、ここもカフェラテの中身と一緒で、紙の白を活かしつつ影になっているなって思ってるところをね、中心に塗っていきます。カップの色が白い場合は塗りすぎないってことをね、意識するのがね、おすすめかなと思います。後でもう少し色味が欲しいなって思った場合は調整すればいいので、最初は塗りすぎないよう意識して塗っていきました。全体的にね、塗り終わったので、ここからはね、仕上げの色塗りとなります。まずはね、バスケットのね、影から塗っていきました。バスケットの影は私がよく使う色の鉄板パターンの色で塗りました。鉄板パターンとはウルトラマリンとバーントアンバーを混ぜた色ですね。続いてカップの影の部分を塗っていきました。ここはね、濃いめに色をね、作りました。ここではバーントアンバーの割合が多い影かなと思っております。バーントアンバーの割合が多いとブラウンっぽい感じの影になるので、温かみをね、感じる色がね、表現できると思います。温かみのね、あるね、影がね、塗りたいなって方は、バーントアンバーのね、割合を多めにするのがね、おすすめです。ハンバーガーを包んでいる包装紙だったり、サイドメニューのパッケージにもね、うっすら影の色をね、塗りました。そうすることで、紙のシワ感を感じる絵になって、より紙っぽくなって素材の違いがわかる絵になったかなと思います。
少し絵の具を塗りすぎてしまったなってところはね、ちょっと広げるような感じで塗ってって、ちょっとごまかしてるところとなりますね。すぐね、祈るにも完成します。正直ね、今回線画をね、お店で描いてる途中は、線がね、めちゃくちゃ曲がるし、うまく描けなかったかもとね、理線が持てないスケッチかもと思っておりました。ですが、線画が描き終わった時に、悪くなかったかもと、むしろ色塗らなくてもいいのではと思ったくらいでした。だけど今回色まで塗って、個人的にはいい感じに塗れたので大満足しております。今回のスケッチや動画が良かったよって思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。グッドボタンも押していただけましたら大変励みになります。絵を描くことにスランプに感じている方がおりましたら、カフェスケッチはリフレッシュになるのでおすすめです。まだスケッチが始めたばっかりだったりとか、おしゃれなカフェとかご飯屋さんでさっとペンスケッチをしてみたいなって思っている方に、今回のスケッチが参考になりましたら大変嬉しいです。今回の動画の内容はブログの記事にもまとめましたので、文章でじっくり読みたいなと思っていただけた方は、概要欄に記事のリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。ここまで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。